ゆっくりレ夢ムです。ゆっくりマリサだぜ。この動画は濃いめのガンダムオタクレ夢ムと、ライトユーザーのマリサがガンダムを解説していく動画だぜ。なるべくガンダムに興味がない人でも興味を持ってくれるような、そんな動画を目指しているわ。ぜひガンダムを好きになってほしいんだぜ。高評価とチャンネル登録もよろしくね。さて、今回は人物ではなく、モビルスーツの解説考察よ。ほう、何を語るんだ？主役機とライバル機、同時にやっちゃうわ。同時に？解説だけなら単品で良いと思うのだけど、考察をがっつり交えちゃうと、この2機は同時に語らないとこんがらがっちゃうのよね。それくらい、関係性が高い機体ってことよ。というわけで、今回は前半がライバル機のペーネロペイ、後半に主人公機のク CG、最後にまとめ、という構成でいくわね。さすがに専門用語並べても、ライトの人たち混乱しちゃいそうだから、解説の方はなるべくふわっとした形にしようと思うわ。では、ライバル機のモビルスーツ、ペーネロペイの解説なのだけれど、さてマリサ、ペーネロペイはとんでもなくすごいモビルスーツなのだけど、何がどうすごいのかわかるかしら？なんかすっごいぬるぬる飛ぶ機体で、変な音出して怪獣みたいだったんだぜ。そうね。実はこれまでのモビルスーツって、このすっごいぬるぬる飛ぶことができなかったのよ。でも変形したりと結構飛んでる機体いたような気がするんだぜ。メッサーだって空中に長いこといたし。でも決定的に違うのよ。変形の方は、ものすごいパワーで無理やり空にいる感じね。言葉にすると、ズゴゴゴゴゴゴって感じ。ズゴゴゴゴ。メッサーの方は、あえて例えるなら、大乱闘スマッシュブラザーズで下の穴に落ちないようにダンジャンプというか、踏ん張ってる感じよ。つまり、結局は落ちるってことね。言葉にするなら、ふんぬージタバタジタバタって感じかしら？ジタバタ。でもペーネロペイは違うの。ズゴゴゴな飛行ではなく、ふんぬーな対空や滑空でもなく、これは浮遊なのよ。言葉にするなら、ふわーっとか、ぷかぷかとか、ピタって感じかしら。ズゴゴゴがジェット機、フンヌーがパラシュートやパラグライダー、ふわー、ピタッが UFO と思ってくれればよいわ。雑な例えだけどね。UFO。それほど差があるってことなのよ。本当にとんでもない化け物が開発されたの。その代わり、とんでもなく大型化しちゃったんだけどね。せっかくなので100分の1スケールで考えてみましょうかしら。まず、あなたの身長は180センチよ。これは初代ガンダムの100分の1ね。180センチ、周りにいる人は、だいたいみんな180センチだったんだけど、もっとムキムキになった方が強いんじゃねって思う人が出てきて、気がつけば、周りには身長2メートルの人とか、2メートル30センチの人とかが溢れ始めたの。2メートル30センチ。ちなみにそれはメッサー君の身長ね。でかすぎなんだぜ。そこに颯爽と現れた機体の新人ペーネロペイ君身長は3メートル20センチよ。3メートル。まあ、これは含込みの大きさだから脱いだら2メートル60センチよ。ちょっとしたワンピースの世界よね。海賊漫画の。でかすぎなんだぜ。それが、ふわっぴたっと浮いてから、音速を超える速度で飛び回りながらホーミングミサイルをばらまいていくの。文字通り、過去のモビルスーツとは次元が違うわ。UFO の例えがいまいち想像しにくいなら、戦車の群れの中に1機だけいる音速超えのジェット戦闘機と思ってもらっても良いわ。なんとか追いすがるぞ、なんてレベルじゃないのよ。一目見た瞬間、あ、これ無理だわってなる感じ。まさに、最強かつ無敵のモビルスーツがペーネローペイなのよ。音速を超える速度で空を縦横無尽に駆け巡り、敵のモビルスーツは反応する暇もなく殲滅され、ようやく気づいた時には、音速を超えたペーネロペイは空の彼方よ。走行が硬いとか、素早いとかそういう次元じゃなくて、一方的に攻撃した後はもうその戦場にいなければ無敵じゃねえというちょっと意味わからんレベルの機体なの。そんな機体をレーン君は使っていたのか。そうね、しかも成績は優秀で、その化け物モビルスーツは伝説のガンダム。テンションマックスでしょうね。レーン君は。でも劇中だと CG の方が強かったように見えたんだぜ。そこなのよね。というと？実はペーネロペイって、まだ完全じゃないというか、ふわーっと浮く UFO 技術が不完全なのよ。そうなのか？ねえマリサ、劇中でのペーネロペイの活躍、どう思った？見ていてゾクゾクしたんだぜ。明らかに他のモビルスーツと違う動きで、ぬらりと現れて、ぐわーっと夜の空へと消えていくのは、来たかって感じだったんだぜ。そうね特に音がたまらなかったわね。音あれもなんかすごいゾクゾクっときたんだぜ。キュッピッピって感じ？あるいはキュルルルルルって感じ？これって私、すっごい大事だと思うのよ。大事？いろんなものの進化は、見た目と音じゃないかって私は思うの。ガンダムの世界で例えるのなら、この時代よりもさらに後の映画、F91 時代のモビルスーツの音って独特だったのよね。ちょっと高音だったというか、キュルルルルって感じというか、なんというか、さらには、もう一つのガンダム映画のモビルスーツの、G セルフって機体の音も独特よ。キュルルルルルって感じ。ターン A ガンダムに登場するモビルスーツも音が違うし、この違いはやっぱり技術の進歩を感じられて私好きなのよね。
現実でもそうじゃないエンジンが変わったというのもあるけど、最新の車のエンジン音ってすごく静かというか、ね。あとはもう、演出よね。これは随分昔の大作映画でも似たようなことやられてたのだけど。ねえマリサ、想像してみて。想像？あなたはマフティーの構成員、乗っている機体はメッサー。メッサー。周囲は真っ暗闇。明かりはほとんどなし。敵はどこだ、どこから襲ってくるんだと恐怖、緊張の嵐の中で、突如、聞こえてくる、ペーネロペイのあの音。おお。振り向いた時にはすでに遅く、あの不思議な発光とともに迫り来るペーネロペイが。たまらないわこれが音の怖さなのよ独特の音はこれができるから良いのよ。広報やってる黒い人とかまさにこのやり方なのよね。そっちは別作品なんだぜ。そうね。ちょっと興奮して話がそれてしまったわ。ただね、実はこのすごい良い音って、ぶっちゃけて言うと不具合なのよね。あんなうるさかったらすぐに位置バレちゃうし、あんなピカピカ光ったら目立って的になっちゃうから静かにしたいし光らせたくもないのは普通でしょ？割と後の時代でも、技術が不完全なせいですっごいエネルギー出ちゃったりするモビルスーツとかもあるのだけど、残念ながらペーネロペイは、ただ不完全でちょっと性能が想定以下な感じよね。そうなのか。他にも、本来なら完全な人型で空を自由に飛びたかったのに、ペーネロペイは、音速を超える速度で戦闘をする場合は少し変形しないといけないのよ。それが、ほら、最後の戦いとかでちょっとドラゴンみたいな形状になってたじゃない。もしくはゴテゴテした白鳥かしら。あれがそうだったのか。だから、あんなゴテゴテした外見になってるのよ。しかもあれほとんど取り外せるというか、後付けの強化パーツって感じだからね。中身には、結構シンプルなガンダムがいるわ。まあ、実験機というか、試作機って感じだから仕方のない話だけどね。ということは、完成品があるのか？もちろんよ。ペーネロペイで色々実験をし、より技術を洗練し、ペーネロペイから大幅に小型化に成功し、あんなドラゴンみたいな変形も不要モビルスーツ形態のまま音速を超える、ペーネロペイの完成機。それを、連邦と敵対してるテロリストにプレゼントするわね。というわけで、ここからはペーネロペイの後継機というか、完全体ペーネロペイである、CG の解説に移るわね。ひどくないか？そうね。ひどいしクズだしカスだと思うわ。これが普通のクズなら、払い下げのモビルスーツとか、試作機を横流しするくらいにするのだろうけど、まさか実験の成果で作り上げた完成品をプレゼントするとか、ちょっと私ドン引きするわ。これを作ったアナハイム社は、ほんと痛い目を見てほしいわね。というわけで、主人公機である CG の解説に移ろうと思うのだけど、実はこっちってあまり語るとこないのよね。そうなのか？だって一言、ペーネロペイの上位互換とか、完全版ペーネロペイで済んじゃうんだもの。ペーネロペイより小さくて、ペーネロペイより軽くて、ペーネロペイより速いのが CG。よくこんなものをテロリストにプレゼントしたものだわ。レーン君勝ち目ないのでは？実は、そうでもないのよね。でもさっきは上位互換って。基本的には、ね。ペーネロペイが上回ってる部分もあるのよ。それは、攻撃力よ。さっき、ペーネロペイの方が大型って言ったじゃない？つまりその分、武器弾薬を搭載できるスペースが大きいのよ。それに加えて、速度はやや劣る程度で、ぶっちゃけた話互角って言っても良いくらいなのよね。そもそも相手にならないメッサーやグスタフもろもろの皆さんと比較すると、CG が唯一負ける可能性のある相手がペーネロペイってところかしら。だから、ハサウェイ側も、アナハイムはやりやがったなって怒ったのよ。音速を超える速度であっという間にやってきて、ミサイルをばらまき、気づいたらもう音速を超える速度で離脱し武器の射程外に逃げられている。この唯一無二、最強の力である CG を手に入れたと思ったら、自分に追いすがることができて、さらには攻撃力がより高いモビルスーツが、用意されていたわけだからね。じゃあ、CG はピンチなのか？無敵ではなくなったけど、すごく優位なのは間違いないわ。それは、パイロットの差よ。レーン君のことバカにしたのか？バカにはしてないけど、ハサウェイとレーン君では申し訳ないけど次元が違うの。これは、公式のツイッターの発言なんだけどね。CG とペーネロペイでは、操縦に使うコンピュータというか、スマホや PC でいう OS の補助が決定的に違うの。ってことはアナハイムさんは、CG の方にもっと良いものをつけたってことなのか？いいえマリサ、逆よ。逆？この時代はモビルスーツの AI もすっごく進化していてね、色々なものをアシストしてくれるのだけど、CG は、そういうのないのよ。ハサウェイの要望で、補助機能もろもろオフにした、マニュアル操作だってのが、公式ツイッターから発表があったのよ。だから、ペーネロペイは操縦の補助がいっぱいあってだいぶ使いやすいけど、細かなところで遅れを取るのよね。まさにその差が、最後のシーンよ。ほら、ハサウェイがビームライフルを投げてレーンに狙撃させたっていうシーンあったじゃない？
ここはつまり、ペーネロペイの AI がビームライフルを XCG と誤認しちゃって、レーン君今なら撃てるよ XCG を倒せるよってレーン君にペーネロペイの AI が教えちゃったのよ。レーン君も当然それに従って、ビームライフルを XCG と思い込んだまま破壊しちゃったって感じかしら。逆にハサウェイは、最初の戦闘シーンの時に、背後から撃たれたペーネロペイのビームに、警告音よりも早く反応して、盾で受けてるのよ。つまるところ、XCG は研ぎ澄まされた達人用のモビルスーツで、ペーネロペイは一応みんな乗ろうと思えばなんとか乗れるくらいのモビルスーツに調整されてるのよね。それが、この2機の決定的な差よ。単純な性能の違いじゃないのよ、中身なのよ。さあ、というわけでまとめよ。ペーネロペイと XCG、どっちが優秀なのか？私の考察を踏まえた答えだけども、それは、ぶっちぎりでペーネロペイよ。あれ？さっきと言ってること全然違わないか？言ったでしょマリサ。XCG は完全版ペーネロペイだって。うんつまり、XCG は完成してしまっているのよ。もっと言ってしまえば、この先がないの。ガンダムの伝統に沿うのなら、ひょっとしたらフルアーマーシステムみたいに、もりもりバリバリ武装を追加する形態があるかもしれないのだけど、それって完成した XCG の強み全部捨てることになるわよね。ペーネロペイより小さくて、ペーネロペイより軽くて、ペーネロペイより速いのが売りなのに、ゴテゴテした武装をたくさんつけたら、それら全部なくすことになるわ。その反面、ペーネロペイの強みはまさにそこ、未完成だってところにあるのよ。そして私たちは、ガンダムの未来の歴史を知っているわ。おっと、物語のネタバレは NG なんだぜ。この作品のネタバレではないわ。ほら、未来の宇宙世紀シリーズを、私たちは知っているってことよ。もちろん、抹消された過去とかもね。さてマリサ、ガンダムの長い長い歴史において、素体としてはそうでもないけど、色々つけたら化け物になったモビルスーツが、さて、どれだけいるかしらね。有名どころの作品で言うのなら、ユニコーンガンダムとシナンジュどっちが強い？という話よ。それは普通にユニコーンじゃないのか？これでも？ストライクガンダムとインパルスガンダムはどっちが強い？それはさすがにインパルスなんだぜ。これでも？さすがにそれはずるくないか？まあともかく、単体として完成した XCG と、そもそも追加パーツ前提になってるペーネロペイでは、戦いが長引けば長引くほどその差は出てくるのよ。より強力で新しい追加パーツ、という形でね。さらに言うと、よりたくさんの子孫を残せたのもペーネロペイなのよ。というと？優秀かつシンプルな素体に、用途に応じた武装をつける。後の F90 シリーズ、V2 アサルトバスター。そして行き着いた先に、今映画が放映されている G のレコンギスタの主役機、G セルフがいるのよ。これこそまさに、優秀な素体にいろんな用途のパックをつけて対応する、というペーネロペイの子孫よね。そんでまあ色々あって、最強の個体 VS 最強の素体プラス強化パーツによる戦いが行われるのだけども。まあそれは遠い未来の話よね。ともかく、現時点での強さは XCG がやや有利よね程度だけども、拡張性もろもろを考えた、未来すらも見据えた兵器としての優秀さは、圧倒的にペーネロペイだ、というのが私の見解よ。それこそ、ペーネロペイは可能性の塊なのよ。あとは、メタ的な言い方になるけど、こんな美味しい設定を、アナハイムよりもはるかに強いバンダイが見逃すはずがないわ。何かとんでもない強化パーツをぶっ込んでくるはずだわ。ハラハラしちゃうわね。なんて言ったって、戦争が続いて一番得をするのは、連邦でもジオンでもマフティーでもアナハイムでもなく、バンダイなのだからね。そうか。というわけで、今回の動画はここまでよ。今回も見てくれてありがとうね。次回はどうするんだぜ？さすがにそろそろ、G のレコンギスタの解説動画を上げようかなと思うわ。旬を逃しすぎちゃうのも、気になってる人に不親切だと思うわけだし、本当はね先行のハサウェイの冒頭から一つずつ、見どころとか気になる点を挙げていきたかったりするのだけどね。例えばほら、ハサウェイだけ食事を完食したってシーンあったじゃない？あれは、わかりやすくハサウェイはしっかり者で真面目で良い人ですって見せつつ、これから自分が殺す連中と一緒に食事をして、爽やかに完食するやべえやつ感もあったりするのよね。本当に見どころがありすぎるのだけど、動画の時間も足らないのよね。他にも、ミノフスキーフライトって実際のところ何よ？みたいな考察もしたいのだけど、とりあえず次回は、急遽 G ジェネの新作発表でもない限りは、G のレコンギスタの劇場版解説にしようかなと考えてるわ。そんなわけで、今回の動画はここまで。もしよければ、チャンネル登録とグッド評価ボタンを押してもらえると、とっても嬉しいわ。よろしくなんだぜ。では、ぜひまた見てね。またななんだぜ。